ご視聴ありがとうございます。今回はいよいよ完成が近づく駅のご紹介です。開業から4年経っても未完成だった駅の今と、絶賛工事中の駅前、将来への布石を解説します。少し離れた駅で進む、もう一つのプロジェクトにも注目です。ここは JR 山手線と京浜東北線が乗り入れる田町駅です。都営三田線と浅草線の三田駅が近くにあり、一応乗り換えができます。山手線と京浜東北線のホームは方向別に分かれており、山手線が内側2線、京浜東北線が外側2線を使います。同じ方向の列車が同じホームを使うので、乗り換えが便利です。私が乗るのが、京浜東北線の南行き列車です。両線は2駅隣の品川駅まで並走しているものの、同じホームで乗り換えられるのは田町駅までです。目指すは次の駅、高輪ゲートウェイです。2020年3月に開業したこの駅は、山手線、京浜東北線で最も新しい駅です。田町駅を出てしばらく走り、駅の西側にある陸橋をくぐると、一番奥の京浜東北線北行きの線路が高架線になります。少し見づらいですが、間には山手線の内回りと外回りの線路があります。奥を走っているのが、山手線の内回り列車。高輪ゲートウェイ駅までの間で京浜東北線の北行きが山手線の線路を乗り越え、方向別だった線路は系統別に振り分けられます。京浜東北線北行きの高架橋が地面に降りる頃には、列車の速度もかなり下がっています。田町駅と高輪ゲートウェイ駅の距離は 1.3 キロで、およそ2分で到着です。線路の奥に見える建設中のビルが気になりますね。まず目立つのが、他の駅とは大きく異なる木目調の床。発車メロディーをほぼ即切りで発車する列車を見送り、ホーム後ろ寄りを見てみます。京浜東北線は10両、山手線は11両編成なので、ホームの先端の位置がずれています。そして駅の向こうには、先ほど見えていたビルが、屋根で隠れているものの、左端には別のビルも見えます。田町駅へ伸びる山手線と京浜東北線の線路の横では、常磐線の仙台行き特急日立が走ります。この線路が、上野東京ラインの北行きの線路です。その隣にあるのは車両基地で、先ほど見かけた特急サンライズなども止まっています。さらに奥には品川行きの特急列車が走り、その後ろには東海道新幹線の高架線があります。品川駅に向かって、車両基地はビターッと続いています。駅構内を回る前に、この駅ができた理由をおさらいです。もともとこの駅周辺一帯には、国鉄時代から続く田町車両センターと、その前身にあたる田町電車区がありました。1930年、横須賀線で電車の運転が始まるのに合わせて発足した旧田町電車区には、戦後1950年に80系電車が配置されます。これは東海道本線の内湘南エリアで運行された車両で、湘南電車、湘南型電車などとも呼ばれました。先頭部に2枚の窓を配置し、上半分が傾斜したスタイルは、1950年代以降の国鉄や私鉄の車両に広く波及し、大きな影響を与えました。また、緑色とオレンジからなる塗装は湘南色と呼ばれ、今でも広く普及しています。その後1958年には、ビジネス特急こだまの運転開始に伴い、151系が配置されました。こだまは国鉄で初めての電車による有料特急であり、それまで機関車が客車を牽引する列車とは全く異なる形態の列車でした。これにより、田町電車区は日本で初めて特急型電車が配置された電車区となりました。さらに翌年、1959年には、準急伊豆用の153系、61年には準急日光用の157系が配置されました。大幹線である東海道本線を抱えていた田町電車区。1964年の東海道新幹線開業で長距離列車が大幅に削減された後も重要な役目を果たしていました。76年には特急天城用の157系を置き換えるため183系が配置されました。85年には211系、1990年には251系、92年には215系も配置されました。車両は基本的に製造後すぐに配置されており、新車が集まる田町電車区は大幹線の輸送を支えました。一方、2001年に湘南新宿ラインの運行が始まり、2015年には上野東京ラインの運行もスタート。
南北の幹線が都心を挟んで繋がったことで、都心部にこれだけ広い車両基地がある意味合いが薄れていきます。2014年6月、JR 東日本は、旧田町電車区から再編された東京総合車両センター田町センターの設備や留置線を整理し、山手線や京浜東北線などの線路も移設して土地を捻出し、新駅を設ける計画を発表します。センターの土地はおよそ20ヘクタールあり、そのうちおよそ13ヘクタールの土地が新駅などに転用されます。これに伴い、各線の線路の移設工事が始まりました。2018年6月、まず京浜東北線南行きの線路が切り替えられました。この線路だけは、田町駅との間の立体交差と関わらないので、先行して移設されたというわけです。新駅と田町駅の間にある両線の立体交差は、移設前からほとんど同じ位置にありました。立体交差を新駅の品川寄りに移せば、田町駅のように方向別のホームにできましたが、駅間の線路の上に人工地盤を作ったりするため、それはできなかったようです。また、西側の国道の下には都営浅草線と京急線の泉岳寺駅がありますが、新駅はその真横ではなく、南東にずれた場所にあります。2019年11月には、山手線と京浜東北線の品川田町間を運休にした上で、残り3線の切り替え工事が行われました。山手線は上野駅、京浜東北線は田町駅などで折り返しになるなど、イレギュラーな運行が見られて話題になりました。これによって新駅予定地に各線が通るようになり、開業ムードが盛り上がっていきます。一方それと並行して、新駅の駅名も決められました。2度の線路切り替えの間、18年12月には、高輪ゲートウェイの新駅名が正式決定。駅名は同年6月に公募されており、6万4000件余りの応募がありました。得票数1位は高輪で、応募数8398件。2位は芝浦で、応募数4265件。3位は芝浜で、3497件。4位は新品川と泉岳寺で、2422件でした。採用された高輪ゲートウェイは130位、応募数は36件という少なさだったため、反対意見が続出。駅名撤回を求める署名運動まで行われましたが、駅名は変えられることなく、現在に至っています。そしてこの駅、捻出されたおよそ13ヘクタールのうち、駅は少しだけで、残りは再開発でできる建物などに使われる予定で、全部で5つのビルができます。駅から一番遠い場所が市街区で、国際水準の賃貸住宅をメインに、低層階にはインターナショナルスクールもできる予定です。2街区には街のシンボルとして文化創造棟ができ、博覧会やライブ向けの施設ができます。3街区はビジネス拠点で、オフィスフロアをメインに、商業施設やクリニックなども備えられます。駅に一番近い4街区はツインタワーで、外資系企業の本社機能にも耐えうるハイスペックオフィスや、大規模な国際会議もできる会議場、ホテルや商業施設で訪日外国人を迎えます。構内図を見てみます。出口はホームの田町寄りだけにあります。品川寄りにも階段エスカレーターとエレベーターがありますが、出口から遠いので利用する人は少なそうです。一旦駅構内を品川寄りの端まで進みます。再開発ビルの建設はどれもまだ途中で、駅の周りにまだ目立った施設がないため、この駅の1日平均の乗車人員はおよそ9000人余り。これは山手線で最下位、京浜東北線では上中里駅に次いで少ないです。2020年3月の駅開業はあくまで暫定開業で、再開発ビルが完成して駅が本格開業するのが来年3月の予定です。あと1年ほどで大きく変わるこの駅、その今に迫ります。ホームの両側に線路がある、島式と呼ばれる構造の駅の場合、両端で線路の間隔が狭くなるため、ホームの幅も狭くなるのが一般的ですが、この駅のホームは幅がほぼ一定です。線路がカーブしていないため、見通しが良いです。柱や天井の仕上げ材も白く塗られ、日陰でも明るい雰囲気です。エスカレーターやエレベーターの仕切りもガラスで、明るい雰囲気作りに一役買っています。エレベーターの後ろには、床と色合いの似たベンチが。そしてこの駅、先ほどからちょくちょく映っているように、駅の真ん中あたりでは開放感のある吹き抜けになっています。先ほどの構内図にあったエスカレーターは、この吹き抜けの左右に広がるように配置されています。なお、京浜東北線のホームの上には改札内通路があり、
どこを上がっても改札へ行けます。エスカレーターの先には、先ほどと同じベンチとエレベーターが。ただしエレベーターの後ろには自販機がありません。そしてこの後ろには、逆方向の階段エスカレーターらしきものがあります。構内図ではそれらは左右対称にはなっていませんが、欠けている部分にも設備があるようです。品川寄りの端では、不透明の部材でできた屋根で覆われます。田町寄りの屋根が光を通す部材だったのとは、異なる部分です。品川寄りの端に到着です。ホームの端がずれているのはこちらも同じ。隣の品川駅までは 0.9 キロしかなく、品川駅の北側で行われている工事用のクレーンがここからでも見えます。ここで振り返ると、車両基地の上にかかる橋桁が見えます。ただしまだ作りかけらしく、途中で途切れています。再び構内図を見ます。実際にはここにも階段エスカレーターがあるのですが、構内図には載っていません。その理由は逆向きに歩けばわかります。そう、上下の入り口には仮囲いがあり、ここには入れません。本開業の時にはこちら側にもできる予定の改札はまだできておらず、開業から4年が経っても、駅は未完成です。この先にあるエレベーターで上の階層に上がります。床面は高級感あるタイル張りで、操作盤もかっこいいですね。改札方面です。乗り口と反対側のドアが開きます。エレベーターを降りてすぐ、正面には仮囲いが。構内図にもあった通り、こちら側には改札などはありません。横の仮囲いを使って、駅開業までの歴史などをまとめたギャラリーがあります。開業までの変化を空から写した写真や、駅の特徴をまとめたボード、将来の街のイメージ写真があり、駅と街の過去と今、未来がわかります。そして仮囲いに向かって左側では、開放感あるガラス張りの区画が続きます。駅の横にある車両基地でイベントが行われることもあり、展示される機関車も見えます。さっきも映っていた番線案内がこちら。木目の仕上げにマッチした白い文字が特徴です。柱から出ているのがおしゃれですね。この辺りには将来、南改札ができる予定です。エレベーターの角に案内看板をつけるための部材は逆側の角にも用意されており、将来看板をつける準備は済んでいます。改札口へ向かいます。駅舎は地上3階、地下1階で、高さおよそ25メートル、長さはおよそ120メートルあります。そしてやはり目立つのが、この吹き抜けの天井です。これは利用者がどこにいるのか分かりやすいように作られたもので、広さおよそ1000平方メートルあります。この駅舎は街との一体性を念頭にプランニングされ、設計は国立競技場などを手掛けた建築家、隈研吾さんが担当しています。国際交流拠点の中核施設として、ジャパンバリューを発信するため、吹き抜けを覆う屋根は折り紙をモチーフとし、幕状の素材は障子をイメージしています。なお、天井の幕は光を通しつつ熱を遮る構造を使い、光熱費削減に貢献します。木材には、東日本大震災で被災した宮城県の杉も使われています。巨大吹き抜けに柱を極力立てないよう、屋根を支える部材は吹き抜けの周囲にあり、やむを得ないものは端に近い柱から斜めに立ち上げられています。また、街との一体感を重視するため、外装のガラスは最小限に抑えられています。田町寄りに到着です。今のところ、駅の機能は田町寄りに集約されており、こちらの改札のそばにはエレベーターとエスカレーターが両方あります。また、トイレやお店もこちら側だけにあります。左にあるのが AI 搭載の多言語案内サイネージで、窓口にも同じものがあります。これは凸版印刷が開発したキャラで、イベントなどでの利用も見込まれています。以前は AI さくらさんというキャラがいましたが、今回は姿が見えないです。和を感じられる駅舎でありつつ、随所に最先端の技術が盛り込まれています。改札内通路は京浜東北線のホームの上にあるので、山手線のホームの真ん中あたりは柱がなくて開放的です。構内を一通り眺めたので、これから駅の外に出ます。改札は1箇所でこのサイズ感。今は設備が余り気味ですが、本格開業時には南改札もでき、両方とも混むようになるのでしょうか。駅員は窓口に常駐しておらず、呼び出された時だけ対応するようです。改札の正面には仮囲いがあり、通路幅が狭くなっています。案内図を見ると、ペデストリアンデッキの半分以上が塞がれています。
そしてここで、後ろを振り返ります。そう、これこそが高輪ゲートウェイ駅の名物の一つ、明朝体フォントです。駅舎のデザインに合うように選定されたこのフォントは、JR 東日本の駅で一般に使われているものとは全く違います。視覚障害者には見づらいとして当時不評でしたが、駅名同様に変更されていないです。なお、ホーム上の駅名板などはすべてゴシック体で、この書体が使われている場所はごく一部です。改札を出て右に曲がります。駅に付帯するお店は2つあり、改札内にあるのは2階のお店だけです。あれは無人コンビニで、レジに商品を持っていくだけで自動的に会計額が計算される仕組みです。一方、3階のスタバは改札の外にあり、途中では券売機などの横を通ることになります。エレベーターでも上がれますが、ここは隣の階段を使います。壁や天井には先ほどもあった木の板が惜しみなく張られ、和の雰囲気が全開です。なお、壁面の板がデコボコしているのは、大和張りと呼ばれる伝統的な技法です。店内も気絶しそうなほどおしゃれですが、このスタバにはテラス席もあり、吹き抜けを眺めながら過ごせます。この開放感は、駅舎のデザインともマッチしています。先ほど止まっていた機関車も、ここからならバッチリ見えますね。改札に戻ります。仮囲いの外側にも床の仕上げが異なるところがあり、絶賛工事中です。そしてこの仮囲いの奥では、ペデストリアンデッキの解体工事が進んでいました。工事が進む再開発ビルにつなげる本節のデッキを作るためです。ペデストリアンデッキの端には透明になった部分があり、工事が進む様子がよく見えます。将来的にここにデッキが伸ばされ、再開発ビルに直結するようです。向かって右が4階区のツインタワーのうち北側にあるやつで、すでに低層階の外装仕上げも終わっています。一方その向かいがツインタワーの南側のやつで、こちらも絶賛進捗中です。あのビルは改札から少し遠いので、来年3月に南改札とつなげ、利便性を確保するようです。ビルの工事が進み、街開きが1年後に迫っていることを受け、今週末の2日間、気運を盛り上げるイベントも行われます。200分の1スケールの模型が初めて駅に登場するほか、通常非公開となっているエリアで街のコンセプトムービーが流され、工事の記録を見られるコーナーなどもあります。エスカレーターで地上に降ります。駅周辺の地図がこちら。駅の左右に道路が伸びており、右に進んで数分歩けば泉岳寺駅です。泉岳寺駅に行ってみましょう。私が歩いたペデストリアンデッキは幅がちょっと狭かったですが、その隣にはいかつい鉄骨が姿を見せています。この部分にデッキが拡張され、再開発ビルとつながるようです。後ろを見ると仮囲いの後ろに重機があり、仮設の照明も置かれています。ペデストリアンデッキの下を抜け、向こうに見えるのが3階区のビル。工事計画の看板を見ると、4階区は来年3月末の完了予定とありますが、それ以外は1年遅い完了予定に修正されています。感染症の影響や、折からの資材価格の高騰の煽りでしょうか。これらの街区は相互にペデストリアンデッキでつながるらしく、絶賛工事が進行中です。一方2街区や1街区は進捗が遅いようで、遠目にはそれほど進んでいないようです。そして工事が進むのは、ここだけではありません。地下鉄のホーム拡幅工事を知らせる看板。国道の東側では、地下鉄工事でよく使われる復興板と呼ばれる板が敷き詰められています。これは、一度掘り下げた場所の上を車などが通れるようにするためのものです。この下にある泉岳寺駅では、駅の大改良工事が進んでいます。この駅はもともと、地上の道路幅の関係でホームをそれほど広くできず、時間帯によっては乗り換え客で混む弊害がありました。高輪ゲートウェイ駅の本格開業に合わせてトンネルを東側に拡張し、ホームを拡幅。現在はホームの両端だけにある通路も新設し、利便性向上を図ります。駅の北寄りのトンネルも改修し、今は1本の引き上げ線が2本に増えます。現在は隣の品川駅で下り方面に折り返している京急線の列車を泉岳寺駅まで運行できるようになるかもしれません。羽田空港に直結するこの駅のキャパが上がれば、利便性も大きく向上します。泉岳寺駅の改良工事は、高輪ゲートウェイの街開きより少々遅い2027年度の予定です。あと数年で駅と街は大きく変わります。ご視聴
ありがとうございました。